こんにちは、大工の翔也です。今回は階段風景を見てもらおうと思います。一坪のスペースに階段をかけていきたいと思います。こちらから4段上がりまして5段扇で回ります。この辺から上向いて5段で上りきります。合計14段階段をかけます。今回の階段風景は扇部分の回り階段と上下のまっすぐな部分と2つに分けてお送りしたいと思います。まず5段分の扇の原寸図を描いていきます。まっすぐな階段の場合は階段の真ん中を歩きますけども、この回り階段は真ん中を歩きません。少し内側、だいたい3分の1っていうんですけども、その部分でまず円を描いて5等分に割ってやります。そして中心の柱から扇状に均等になるように段の幅を導き出します。これで原寸図ができました。これをもとに扇の形にしていきたいと思います。その前にカンナの刃を研いでカンナをよく切れるようにしておきます。今回の材料は自松の乾燥材になります。まず階段の材料のそばをまっすぐ削って型と合わせていきます。段板の扇の形はこの1枚の幅では取ることができません。3枚合わせで取っていくことになります。実際に原寸の上に置いてパズルのように寸法を取っていくしかありません。このように3枚合わせて原寸によって寸法を出していきます。丸のこで切っていきます。3枚剥げ合わせて形にした時に後で電気カンナで形を修正する分隅は残しておきます。3枚目の寸法が先ほどの切れ端が偶然ぴったり寸法が合いました。今まで人ってこんなぴったり合うたことはありません。珍しいことです。そして板のそばをまっすぐ削って3枚を剥いでいきます。強力なウレタンボンドでひっつけていきます。このボンドは速乾性なので急を要します。入れ物から出して1分以上経ちますと空気に触れてウレタンに変わります。1分以内にしっかりと圧をかける必要があります。キーとキーに圧をかけます。この場合は三角の形をしているんで機械で圧をかけたりできないので、長めのビスによって圧をかけて3枚の板をひっつけていきます。
これで1枚目ができました。あとの4枚も同じように原寸図の上で寸法を拾って形にしていきます。一番重要なことは1枚の板で3枚のパースを取ることです。3枚の板が全て兄弟でないと他人さんが入っては色が変わります。同じように見せるには同じ木1枚から3枚のパースを作ってやることが大事です。ボンドが乾いたのではみ出した部分を取って仕上げていきます。このボンドは速乾性なので15分から20分も置いたらもうしっかりとついてくれます。3枚合わすとどうしても段ができるので最初に墨下通りにレンガナで形を整えてやります。階段の下場に手ごみ板の入る小穴を作っていきます。これでやっと仕上げていくことができます。割と三角扇が大きいので少し削りにくいんですけども、加工屋さんから来て3日4日経っています。だんだんこの板自体に反りが出てきます。それをひっつけ合わせてまっすぐにするんですけども、やはり反りを直すのは大変苦労します。やはり同じ板1枚で扇を作りますと光沢といいこの色合いも揃って綺麗に仕上がります。最後に滑り止めの溝を上刃につけていきます。溝付きの刃が丸くなっているのでこの溝ももちろん丸いんですけども、両端が綺麗に丸く柔らかく滑り止め加工ができます。階段の高さをつけて定規を作ります。まず定規で高さを移すまでにレーザーで水平を確認します。水平を確認しておかないと定規でつけても各段が水平になりません。そのために基準となるフロアラインの水平を確認しておきます。定規で9段目まで扇の5段分をつけていきます。まず中央の柱の部分から刻んでいきます。中央の柱は先ほど原寸を変えた原寸図から写してあるんですけども、柱1本に5段の台座がかかってきます。どうしても柱は弱くなります。切り欠きは少しでも小さく必要なだけを取っていきます。
切り角部分に1箇所節があります。人工乾燥させたこの柱は節が硬くなります。のみだけで叩くとのみが欠けてしまいます。そういう場合はドリルで崩してやります。周りの台板がかかる部分も同じように切り替えていきます。これで全部の柱に切り欠くことができました。段板の受け材を入れていきます。先ほど切り替えた高さ隅に合わせて受け材を一段一段入れていきます。受け材は割と丈夫なものを入れていかないとこの上に段板が乗ります。そして上から段板を留めるのはこの受け材にビスで留めるようになります。それをしないとこの段板が反ってしまいます。だからこの受け材はしっかりと入れていきます。それでは段板をはめていきます。段板は一段一段留めることはしません。5段なら5段、6段なら6段、全部留めないではめてみます。これは原寸図で型を起こしただけで現場ではきちっとした定位置が出ていません。だから5段はめてやって、そしてその5段がズレのないように確認した上で留めていきます。木材を留める場合の下穴は少し大きめの穴を開けます。その方が板に無理がかかって割れることは少なくなります。松材は一番割れやすいです。もう風が当たっても太陽が当たっても割れます。だからこれ今塗っとるのは木工用ボンドなんですけども、きれいに小口全体に塗ってやって割れを防止します。そして裏側からへごみ板を貼っていきます。階段で一番嫌なのがこのけごみ板の割れです。松の15ミリあるんですけども、この板が一番割れやすいです。だからこれはめるまでに小口は必ずボンドを塗って割り止めをしてからビスで留めていきます。留めた後も両端をしっかりボンドで塗って割れ防止をしておきます。
扇形の回り階段、昔はねじ上がりって言いましたけども、回り階段のいいとこは少ないスペースで登れるってことですね。ここの場合ですと一坪一間隔で14段登りきることができます。実際扇5段っていうのはなかなか苦労します。これで回り階段分の5段ができました。次回からは下と上のまっすぐな部分の階段をかけていきたいと思います。以上、大工の翔也でした。